アメリカのトランプ関税はアメリカ国民に対して31兆円もの増税政策となっていました。トランプ大統領は関税政策を行うことによって外国からたくさんのお金を払わせるんだと国民には言い続けてきました。しかしその実態は全くの正反対、アメリカの自爆のような行為だったのです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はアメリカのトランプ大統領が行った関税政策、その影響が非常に多岐にわたっていますが、特に一番大きな打撃を受けていたのは外国ではなくアメリカ国民自身だったという衝撃的なニュースについて今回は取り上げていきます。現在世界を揺るがしている多くのニュースの中心にトランプ大統領がいます。ここ最近盛んに発言しているのは、グリーンランドをアメリカ領にしたい、グリーンランドをお金を出すから販売せよと迫っていることです。ヨーロッパ各国においてはこうした買収工作に対して明確な反対の意思を示しており、トランプ大統領に思いとどまるようにと説得を続けています。また、グリーンランドの住民自身も、グリーンランドは売り物ではない、アメリカが金を出せば買えるなど考えるなと、トランプ大統領に反対の意向を示しています。しかしこうした反対意見を全く気にしないトランプ大統領は、グリーンランド周辺には中国やロシアの船が盛んに行き交っており、もしもグリーンランドがこれらの攻撃を受けた際に一体誰が守るんだ？アメリカ以外に守れる者はいない。このままグリーンランドが中国やロシアのものになったら一体どうするつもりだというような話をしています。そして言うことを聞かないグリーンランドやヨーロッパ各国に対して関税政策を発動すると発表しました。毎日新聞ではこのように報じています。トランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有をめぐり、ヨーロッパ8カ国からの輸入品に2月から 10% の追加関税を課すと表明しました。追加関税とは外国からの品物にかける特別な税金のことです。今回の場合、2月から 10%、6月には 25% に引き上げる予定です。対象国はノルウェー、スウェーデン、オランダ、フィンランド、イギリス、フランスなど8カ国が対象で、これらの国はアメリカも加盟する北大西洋条約機構 NATO にも加盟しています。つまり友好国です。決して敵対している国ではありません。この関税に関してはトランプ大統領はグリーンランドをアメリカが買収することが成功するまで続けるとしています。ただし、アメリカ国内においてもこのような買収するのに成功しないからといって他の国に対して関税をかけていいのか、その法的根拠についても今争われているところです。こうした関税政策については多くの法律面の不備も指摘されています。ただし、実際に裁判が行われて結果が出るまではかなりの月日が必要ですから、こうした裁判の話は影響がするのは後になります。では、トランプ大統領の言うように、グリーンランド買収に関して制裁関税のようなものを発動した場合どうなるか、ヨーロッパ側は報復関税についても検討しています。反撃になり得る報復関税について、フランスのマクロン大統領はこのように述べています。トランプ大統領の関税威嚇を容認できないとして、EU としては強力な経済報復手段である対威圧措置 ACI の発動を正式に推進することにしました。2023年に導入された ACI は EU 加盟国を経済的に威嚇する第三国を相手にサービス、金融、知的財産権など広範囲な分野で貿易を制限できる強力な措置です。実際に ACI が稼働する場合、今回が初めての事例となります。2025年トランプ関税が発動された際、EU 側も報復関税について検討しました。この時実際には発動しなかった報復関税のパッケージングがあります。もしも今回それらを実際に使うとすれば、規模は約16兆円規模になるそうです。報復対象にはアメリカ製の自動車、工業製品、食品などが含まれています。このようにしてアメリカが関税をかけるのであれば EU からの報復関税もあり得るという話になっているわけですが、グリーンランドの住民自身が反対活動をしていますし、アメリカ国民自身も実はこの話について賛同している人は非常に少数派です。CNN が行った世論調査においては、アメリカ国民の 75% がグリーンランド領有に反対、6割がトランプ氏の他国への権力拡大に懸念を示しています。ここでポイントなのは、
トランプ大統領の岩盤支持層とも言われる共和党の支持者、これらの人に関しても、その半分以上は何もグリーンランドを領有することなんて考えていないという考えを示していることです。トランプ大統領の支持率はおおむね 40% 以上を維持しており、これは共和党の支持者とも共通しています。ですから、本来であれば 75% が必要ないなんていう答えをするというのは、それだけ民主党や中間派の人たちだけではなく、共和党の人たちの間ですら支持されていない政策だということは明らかなのです。そして、トランプ大統領が今回関税を武器化しているというふうに見えるわけですが、じゃあこれ一体誰にとって武器となっているか。実際のところ、2025年発動されたトランプ関税の強化が今、大きな問題として再認識されています。ドイツのキール世界経済研究所の分析が、トランプ大統領の行った関税政策は、アメリカ国民自身を傷つけるものだという分析結果を出しています。ブルームバーグ通信より、トランプ関税のコスト、ほぼ全てをアメリカ側が負担。関税負担の 96% はアメリカの買い手。外国企業の負担は 4% に過ぎない。トランプ大統領がアメリカへの輸入品に課した関税は、ほぼ全てがアメリカの輸入業者やそのアメリカ国内の顧客、最終的にはアメリカの消費者によって負担されている。キール世界経済研究所の研究が示した報告書では、外国の輸出業者はアメリカの関税引き上げに対応して価格を引き下げてはいないと指摘した。その上で、アメリカ政府の関税収入が約31兆6000億円増加したということは、アメリカの企業と家計から31兆6000億円が引き出されたことを意味すると報告しています。研究によると、関税負担のうち外国企業が負っているのは約 4% に過ぎず、96% がアメリカの買い手に転嫁されている。関税を支払うように求められた輸入業者は、そのコストを自ら負担するか、もしくは販売価格を上乗せして帳尻を合わせるしかありません。多くの企業の場合、自らの利益を削るよりも、もうそのまま販売価格に上乗せしようという対応を取ったということです。もしくは、輸出する側の国や企業における活動としても、関税政策によって、これは売れる量が少なくなってしまうなというのを見越して、アメリカへの輸出量を削減し、他の国に売るという行動を取りました。ですから、直接的に大きな負担を受けたのは基本的にはアメリカの国民なのです。トランプ大統領はこの関税政策を世界中にかけることによって関税収入が莫大に上がった。これはアメリカの富を増大させるものだと誇っています。少なくとも共和党の支持者、トランプ大統領の支持者の人たちはこうしたトランプ大統領の言葉の通り、30兆円以上の関税収入が上がったのか、これはアメリカ大勝利だとトランプ大統領の言葉を信じています。しかし、現実問題には、この31兆円の関税収入は物品価格の上昇、サービス価格の上昇に跳ね返っているだけであり、実際にはアメリカ国内における物価高を促進した政策となっています。つまり、トランプ大統領がいっぱいお金を稼いでくれたんだなと思っているそのお金は、実際にはアメリカ国民自身が自分の財布から余計なお金を出すことによって、アメリカ政府が多くのお金を得ているのです。このようにトランプ大統領の行おうとしているグリーンランド買収における関税政策の発動というのは、2025年の実績を考えれば、再びアメリカ国民自身により大きな傷をつけることとなります。アメリカ国内におけるトランプ大統領に対する評判としても、アメリカ国内の物価高の進行を食い止めてくれというような意見も多く出ています。しかし、トランプ大統領の対外政策の加速というのはなかなか止まりません。例えば、グリーンランドについても、お金で買い取れないのであれば、軍事力の行使についても、決して選択肢として外さないという話をしています。これに関しては、ノーベル賞を送ってくれなかったからだというちょっと小学生みたいなことを言い出しています。時事通信の記事より、もはや平和のみ考えず、ノーベル賞叶わず不満表明トランプ氏。トランプ大統領がノルウェーのストーレ首相宛てに書簡を送り、ノーベル平和賞を受賞できないことに不満を表明し、もはや純粋に平和のみを考える義務は感じないと述べていたことが分かった。ノルウェー首相府が書簡の内容を確認している。トランプ氏は書簡で、私は8つ以上の戦争を阻止したが、
あなたの国は私にノーベル平和賞を授与しないと決めたと主張した。受賞が叶わない不満を一国の主張に公然とぶちまけるのは異例中の異例だ。また平和は依然として主要な課題だとする一方、今後はアメリカにとって何が良く適正かということを考えると表明した。これに対しストーレス首相は声明で、平和賞はノルウェー政府ではなく、独立機関のノーベル賞委員会が授与するものだと、トランプ氏に明白に説明してきたと述べた。ノーベル平和賞というのはこの記事の中でも触れられているように、ノルウェー政府が選定して誰に与えるかを決めているものではありません。しかし、トランプ大統領にとってはそうした正論というのは全く関係のない話で、ノーベル賞委員会があるんだったらノルウェー政府の意向で、私にノーベル平和賞を与えるように圧力をかけるべきだと考えていたのかもしれません。ちなみにノーベル平和賞を受け取ったベネズエラの政治指導者は、トランプ大統領がマドゥロ大統領夫妻を拘束するために軍事力を使ったことに感謝して、ノーベル平和賞をトランプ大統領に贈りました。これは、どんなに世界中にベネズエラの独裁体制、強権的な支配に対して抗議し、非難するよう求めても、実際には他の国々からは特に何の助けもなかったことに対し、トランプ大統領は実際に軍事力を使ってこの独裁体制の打破に力を貸してくれたと評価しているからです。ただし、独裁者を打ち倒すために必要な軍事力の行使に関しては、手順を踏むというのが一番正当なやり方です。これまでのトランプ大統領以外のアメリカ大統領は、そうした意味で国連における力といったものをそれなりに尊重してきました。あの国には大量破壊兵器があるかもしれない、そんなものを持とうとしている国が独裁政治を行っていて、しかも多くの国民を傷つけている、こんな政権については、みんなやばいよね、ダメだよね、やっつけようよね、と一応呼びかけた上で、武力行使を行うという段取りを取ることが多かったのです。ところが今回そうした段取りについては一切無視する形で武力行使を行いましたから、トランプ大統領のやっていることは力の乱用そのものです。独裁政治により国民の弾圧が悪いということと、じゃあそれによって何でもかんでもやってもいいかというのはまた別の話というこの独立した話の切り分けができていないわけです。今回のグリーンランドの買収について言っても、ロシアや中国の脅威が迫っているという話と、じゃあアメリカによるグリーンランド併合を強制的に行おうとしていることがいいかどうかというのはまた別の話なわけです。そもそもグリーンランドにはすでにアメリカ軍の基地が存在しており、しかもグリーンランドやデンマークは別にそうしたアメリカ軍の基地を追い出そうとしているわけではありません。しかもデンマークは NATO に加盟していますから、もしも中国やロシアが軍事力を持ってグリーンランドに侵攻してくれば、それは NATO における集団安全保障体制の発動条件にかなうもので、全力でこれに反撃することが彼ら自身の条約によって担保されているのです。トランプ大統領の自分の思いを実現したいというその実行力については強いものがありますが、しかしその手段として用いられるもの、特に関税政策については全くアメリカ国民のためになっていないという点については抑えておくべきでしょう。トランプ関税によって31兆円もの巨額の税収が上がったとトランプ大統領は自慢していますが、今回のキール世界研究所の分析結果は、そうした巨額の税収増というのがアメリカ国民の財布から奪ったお金に過ぎないという実態をよく知っておく必要があります。トランプ大統領は自分の関税政策がアメリカの強さの象徴であり、アメリカをより強くするのだと今でも言い続けています。この言葉についてあなたはどのように評価するでしょうか？ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。